テスラが再び1兆ドルクラブに返り咲きました。これ何がきっかけだったのか。さらに AI 開発の最前線となるスーパーコンピューター施設コアテックス 2.0 の建設が進行中。これが自動運転やロボット技術にどう影響するのか。そして人型ロボットのオプティマス、ついに実用化の兆しが見えてきました。おはようございます。ケンです。今日の話題がテスラの未来戦略としてどれほど重要な役割を果たすのか解説していきます。それでは早速見ていきましょう。まず最初の話題はテスラが再び1兆ドルクラブに返り咲いた件です。2025年5月12日、テスラの株価が前日比で約 6.7% 上昇し、時価総額は 1.02 兆ドルに達しました。これはなぜ上昇したのかというと、背景には米中の関税引き下げの合意があります。ご存知の方も多いと思いますが、今回の合意の内容を簡単に説明しますと、アメリカは中国からの輸入品に課していた 145% の関税を 30% に引き下げました。逆に中国もアメリカ製品への関税を 125% から 10% に引き下げたんです。ただし、ここで重要なのは、この措置が90日間の一時的なものだという点です。つまり、一時的な市場の反応であり、長期的な安定とは言えません。では、なぜテスラがこれほど大きく反応したのか。それはテスラが中国市場に強く依存しているからです。上海工場はテスラのグローバル生産拠点の中でも主要な施設の一つです。ここで生産された車両がアジア市場全体に出荷されているんです。さらにテスラは多くの部品を中国から調達しているため、関税の引き下げが直接的なコストの削減につながります。これが株価の上昇の要因となりました。ただし、1兆ドルクラブに返り咲いたものの、年初来の株価は依然として 20% 以上の下落を記録しています。この一時的な上昇が今後も続くのか、それとも再び下落していくのか、投資家としては慎重に見極めたいところと言えるでしょう。では続いての話題は、テスラの AI 開発を支える新たなスーパーコンピューターコアテックス 2.0 についてです。テスラは現在、テキサス州オースティンのギガファクトリーテキサス内で、このコアテックス 2.0 の建設を進めています。この施設は既存のコアテックススーパーコンピューターの拡張版です。AI の開発と完全自動運転システム FST のトレーニングに使われる予定です。では具体的にコアテックス 2.0 がどれほど強力なのか。テスラは今回新たに数万台の NVIDIA の H100 および H200 の GPU を導入する計画です。これによりデータ処理能力が飛躍的に向上します。例えば完全自動運転システムのトレーニングでは膨大な走行データをリアルタイムで解析しなければなりません。その際にこのスーパーコンピューターが大きな役割を果たすことになります。さらにこのコアテックス 2.0 はオプティマスロボットの AI 開発にも活用される予定です。つまり自動運転車だけではなくヒューマノイドロボットの学習にも対応するわけです。冷却設備や電力供給も強化されていて、初期段階では 130MW の電力を消費する計画ですが、将来的には 500MW 以上の電力供給を想定しています。ここで注目したいのは、テスラが AI 開発にこれだけ大きな投資をしているという背景です。完全自動運転を実現させるためには、膨大なデータの処理が不可欠です。そしてそのデータを処理するためには、このようなスーパーコンピューターが必要になるということにもなります。イーロン・マスクさんは AI 技術の進化がテスラの未来の成長エンジンになると明言しています。このコアテックス 2.0 の完成によってテスラの AI の開発がさらに加速していくのは間違いありません。では続いての話題はテスラのそのヒューマノイドロボットオプティマスの最新進化です。テスラはオプティマスの新しい映像を公開しました。今回はなんとダンスを披露しているシーンが含まれていました。これはただのパフォーマンスではありません。この映像で注目すべきポイントは動きの柔軟性と精度の向上です。以前よりも滑らかな動作を実現しており、特にバランス制御が強化されているのがわかります。
ではなぜこれが重要なのか。ロボット開発において人間のような動きを再現することは非常に難しい技術です。オプティマスは AI を使って自らの動作を学習し、最適なバランスを取りながら動作を行っています。さらにテスラは2025年中にオプティマスを1000台生産する計画を発表しています。これは単なるプロトタイプではなく、実用化を見据えた生産です。このロボットの目的は、低スキルの反復作業を自動化すること、例えば倉庫での物品の移動や工場内での作業サポートなどが想定されています。では、このオプティマスが普及すれば何が起こるのか。イーロン・マスクさんは、労働力の概念が根本的に変わる可能性があると語っています。人間が行っている単純作業をロボットが代替することで、労働市場に大きなインパクトを与えるわけです。しかし、ここで注意したいのは、この技術が普及するまでの時間軸です。まだ実験段階であり、社会全体に浸透するには時間がかかるでしょう。とはいえ、テスラが AI 技術を駆使してロボット開発を加速させているのは間違いありません。今回の映像の公開は、その進展を世間にアピールする重要な一手とも言えるのではないでしょうか。はい。では最後のトピックですけれども、テスラのインド進出の計画です。2026年、テスラはインド市場への本格参入を計画しています。注目すべきは、マハラシュトラ州サタラに設立予定の新工場です。この工場では完全ロックダウン方式を採用する予定です。これは何かと言いますと、海外で製造した部品をインド国内で組み立てる方式のことです。なぜこの方式を選んだのか。それはインドの高額な輸入関税を回避するためです。現時点での関税は$35,000以上の EV に対して 15% まで引き下げられていますが、完全ロックダウン方式を採用すれば、さらにコストを抑えることができるんです。そしてこの工場が稼働する2026年には、インド市場でのテスラの新型 EV の生産が予定されています。つまりこれまでテスラ車を購入できなかった層にも手が届きやすくなるということにもつながります。さらにテスラはインド市場参入に向けた準備を加速させています。ムンバイとデリーにショールームを開設し、30以上の職種で現地採用を進めています。これによって現地の雇用創出にも貢献する計画です。ここで重要になってくるのは、なぜインドなのかという点です。インドは今後世界最大の自動車市場の一つになると予測されています。中間所得層の増加や政府の EV 推進政策によって EV 需要が急速に高まっているんです。しかしここで注意したいのは、インド市場への進出にはリスクも伴うという点です。例えば、現地での生産体制が整わなければ、物流コストや品質管理の問題が生じる可能性があります。また、現地の消費者がどの程度テスラブランドを受け入れるのかっていうところも未知数です。現地市場の競合には、タタモーターズやマヒンドラといった強力なブランドが控えています。とはいえテスラがインド市場に進出するという事実はグローバル戦略の中でも大きな一手であることは間違いありません。引き続きインドでの話題は注視していきます。進展があればまた紹介したいと思います。はい、ということで今回の動画ではテスラの最新ニュースを厳選してお届けしました。まずテスラが再び1兆ドルクラブに返り咲いた背景について解説しました。米中間の完全の引き下げの合意が直接の要因とはなりましたが、この急騰が長続きするかどうかは不透明です。次に紹介したのは、新たに建設中のスーパーコンピューター、コアテックス 2.0 です。AI 開発の心臓部となるこの施設が、完全自動運転やオプティマスロボットの進展を加速させる鍵となります。さらにオプティマスのロボットの進展にも触れました。滑らかな動きとバランス制御の向上、これが普及すれば、労働市場にも大きな影響を与えることになるでしょう。最後にテスラのインド市場への進出計画について解説しました。サタラの新工場建設と現地での雇用拡大、これはインド市場での市場シェア獲得に向けた第一歩と言えます。これらの動きを見て皆さんはどう思いましたか？テスラ株にとってはどの要素が最も大きな影響を与えると思いますか？ぜひコメントで今日の内容の意見っていうのを聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。今日もテスラ株は続伸です。330ドルを超えてきているというところですけれども、果たしてこの株価の上昇がどこまで
続くのか、引き続き皆さんと一緒にチェックしていきたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もし皆さんの中で電気代が高くなってきたなとか、災害の時の停電が心配だなって思っている方がいたら、今回紹介するのが N 型太陽光パネルです。この N 型太陽光パネルは従来のパネルよりも効率が高く、同じ面積でもより多くの電力を発電できます。だから少ないスペースでもしっかりと発電ができて、結果的に電気代の節約につながります。さらに N 型は一般的なパネルと比べて劣化が少ないのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープできます。結果としては将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型パネルは曇りの日や朝夕でも発電効率が落ちにくい設計になっています。だから天気が悪くても安心してエネルギーを確保できるということにもつながります。これって EV の充電にも最適と思いませんか？僕も導入してもう少しで1ヶ月経ちますが、非常に大満足しています。もし家の電気代をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策を考えたいという方がいたら、概要欄のリンクから無料相談を受け付けています。詳しいことを知りたい方、具体的なシミュレーションが欲しい方は、ぜひお気軽にお問い合わせをください。未来のエネルギー生活、ちょっと気になるなって思っている方は、今すぐ概要欄をチェックしてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。